本日は押すだけ10秒乱れた自律神経を整えるプロ技のセルフケアというテーマでお届けいたします。プロの技言うたら難しいんちゃうのと思われたかもしれません。ですが大丈夫です。10秒間親指で押すだけです。これさえできればいつでもどこでも行えて、なかなか改善しないとお悩みの自律神経の乱れによる様々な症状を改善する方法、習慣が身につきます。今回の動画も世に出回っていない一部の専門家の間でしか知られていないとっておきの技を紹介いたします。かなり貴重な話になりますので、最初から最後までしっかりと見て、そして実践していただきお役立てください。こんにちは、野村整骨院の野村明夫です。あらかじめ伝えておきますが、本日お伝えする内容は自律神経が乱れないような環境にしましょうとか、物事の捉え方、考え方を変えましょうといった話はもちろんしませんし、体を伸ばすだけのストレッチをするといった類のものでもありません。確かにこれらは自律神経を整えるのに有効な方法です。ですが本日お伝えする内容はもっと本質的でピンポイントに効果のある自律神経の原因にアプローチする方法です。自律神経の症状といっても本当に様々ですが、一覧にするとこんな感じになると思います。で、こんなに様々な症状があって辛い日々が続くと、やはり初めはあなたも病院に行ったと思います。でも病院の検査を受けても異常なしと診断された方も多いのではないでしょうか。さらに追い打ちをかけるように気のせい、気合がない、怠けていると言われることも、そして何もしてくれないか、よくて症状を抑えるだけの薬が出るだけ。しかし薬は副作用が気になるし、そのせいで不安になったり心配で眠れなくなった方もおられるかもしれません。事実これをご覧のあなたも経験があるのではないでしょうか。さらに確かに症状に悩まされ続けるのは辛いけど、一番の悩みはこんなに辛い症状がいくつもあるのに分かってもらえないが根底にあり、さらに気持ちも沈んでしまう。これだけでもメンタルに影響するかもしれません。私から言わせれば、症状イコールサインイコール体が助けを求めている。つまりこんなに症状がたくさんあるのに異常なしというのはやはりおかしいんです。異常なしと言われるとなんか悪いところがないみたいに聞こえるかもしれません。異常なしイコール正常ではありません。これは言い換えるとどこが悪いのか分かりません、何が原因か分かりませんと言っていると思っていただくといいでしょう。事実私がそのように言われた方の体を拝見させていただくと気になるところがたくさんあります。例えば視線が下がっている、目の動きも悪い、姿勢も崩れていますし、体中の筋肉が硬くなっています。血液リンパの流れも悪く、呼吸も浅い、背骨の並びも乱れていますし、骨盤も歪み、頭蓋骨の縫合も硬くなり、脳脊髄液の循環も低下している。じゃあこの原因は何なのか。いつも私の動画を見られている方はもうご存知と思いますが、自律神経の乱れの原因はストレスと言われています。ですがこの回答ですと実は三角なんです。この考えでいるとですね、ストレスが溜まるから自律神経が乱れる、こう考えると思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性があります。なぜか、ストレスが原因と考えてしまうと、ストレスを溜めないようにしようとか、なるべくストレスのない生活をしようとか、ストレスのことはあまり考えないようにしようとか、生活習慣や環境を変えようとしたり、考え方を変えようとすると思います。ですが現代社会で生きていくためにはストレスがあるのはある意味仕方がない。そんなにたやすく生活習慣や環境を変えることってできないですよね。考え方もそうです。認知行動療法とかもありますけども、そう簡単に考え方や思考を変えるというのも難しいと思います。これまで生きてきた考え方の癖とかもあると思いますので、それにもし可能ならあなたはすでにしていると思います。じゃあ本当の原因はストレスはストレスなんですけども、そのストレスを溜めたままにしておくこと、解消せずにどんどん溜めていくのが原因なんです。これは似ているようで全然違うんです。どういうことかと言いますと、例えばものすごいストレスがかかっている、あの人すごいストレスフルな仕事や生活しているよねという人でも全然大丈夫な人がいます。かたやあまりストレスの
かからないような生活をしている人、そういう人でもすごい症状が現れてる方もおられますよね。これは何が違うのか。そのすごい強いストレスを受けているにもかかわらず、健康な人というのは、そのストレスの解消方法を知っていて実践しているか、もしくは自然にしている人なんです。すごい軽微なストレスでもずっとかかりっぱなし、何も解消することをしていなかったら、どんどん溜まっていきます。だから今ぐらいのストレスへっちゃらと言って解消しないでいると、どんどん溜まってきますし、溜まり続けるのを放置していると、ある一定のレベルに達すると、自律神経が突然乱れ出すと言いますか、正常に働いてくれなくなります。負担がかかりすぎるんです。どんなものでも負担がかかりすぎると、いずれは限界がきますよね。例えば鉄でできた針金でも、こう何回もこう曲げ伸ばししていると、軽い力でも最後にはポキンと折れますよね。それと同じなんです。ですからそれを改善するには、ちょっと宣伝になりますが、私のように自律神経に対応している整骨院や整体院に来ていただくか、もしくはあなた自身で治す。ご自身でケアしていただくしかありません。だって病院行っても異常なしと言われるだけなんですからね。確かに中には話をしっかり聞いてくれて、親身に相談に乗ってくれるお医者さんもいるでしょう。でも、そういう先生に巡り合っていたなら、あなたはこの動画を見ていないと思います。ですから、そんなあなたにお役に立てるように、本日もとっておきの技を紹介します。やることは簡単です。親指で10秒間押すだけです。で、早速始めたいんですけども、その前にもう一つだけ重要なポイントがあります。それは、これをした時にどういう効果があるのか、これを意識して行っていただかないと効果が半減してしまいます。でも反対に、これを知った上で実践していただくと効率よく短時間でその効果が期待できます。で、その意識していただきたいポイントは3つです。先ほどストレスが溜まり続けるといろいろな症状が現れるとお話ししましたが、その時体はどう変化しているのか、それは呼吸、筋肉、循環の3つです。1つ目の呼吸。これはほぼ 100% と言っていいくらい、自律神経が乱れている人というのは呼吸が浅くなっています。呼吸が浅くなるということは、体に必要な酸素の量が少なくなっている。脳に行く酸素の量が少なくなっているということになります。この脳は自律神経をコントロールしている重要な部分です。ですから、ここの酸素が不足すると、当然自律神経も乱れやすくなります。で、2つ目の筋肉なんですけども、自律神経が乱れている方というのは、これも必ずと言っていいくらい筋肉が硬くこわばっています。特に首、肩、背中、腰、ストレスがかかっているということは、何かしら我慢しているっていうことですよね。あなたが我慢している時、どうされてます？やっぱり体にぐっと力を入れて耐えようとしますよね。それが慢性的になっているんです。そして筋肉が硬くなってくると姿勢にも影響が出てきます。猫背とか首の位置もそうですけども、骨盤や背骨の歪み、頭蓋骨の歪みなど、そして最後3つ目の循環です。この循環というのは血液の循環、リンパ液の循環、脳脊髄液の循環、この3つです。この3つが悪くなっているんですね。これらを改善する方法を行えば、体も元の状態に戻り、症状も治まり、さらにストレスにも強くなります。はい、本日はこれら3つを一発でアプローチしていく方法になります。首の骨、頸椎の1番にアプローチしていきます。ちょっと寒く頸椎の1番っていうとですね、どこなんやっていう話なんですけども、首の骨っていうのは7つあるんですね。ここが首の骨なんですけども、これの1番っていうのは一番上です。これ首の骨の模型なんですけども、この首だけを抜いた模型なんですけど、この一番上ですね。この上にこう頭蓋骨がこう乗っているんですけども、この頭蓋骨を取った状態、この一番上ですね、この輪っかみたいな骨、これにアプローチしていきます。で、この骨ってね、非常にね、ずれやすいんですよ。ちょっと他の首の骨と構造が変わってて、この1番と2番はちょっと構造が違ってずれやすいんですね。で、この1番にアプローチしていきます。で、やり方なんですけども、この先ほどの首の骨の模型ありますね。これをね、これまっすぐ正面、こういう感じね。これ頭だけ取る。この横の
突起ありますよね。ここをね、横から軽く押して10秒。で、右が終わったら左押して10秒。たったこれだけです。で、これ模型なんで実際にじゃあやってみますね。これをやっていただく時のポイントは3つです。1つ目は押す強さ。で、2つ目は方向。そして3つ目は場所ですね。1つずつ確認していきますね。押す強さはもう皮膚がへこむぐらい軽くでいいです。これやってるとなんか物足りなくてね、ギューッと押したくなると思うんですけども、ここはあまりギューッと押してはいけません。ですので、皮膚がへこむぐらい。こんな感じかな。手でいくと、わかりますかね。これぐらい。ちょっとへこむぐらい。これぐらいの強さで構いません。で、押す方向なんですけども、まっすぐ真横からまっすぐ水平ですね。上に行ったり下に行ったりで、こう前に行ったり後ろに行ったりせずに、まっすぐ真横に押すようなイメージ。最後場所なんですけども、この顎のラインですね。この顎の出っ張っているところ、この顎の角っこをずーっと上がっていったところ、一番へこんでるところありますね。このへこんでるところの指1本下、この辺りを真横から押します。で、この状態で首はまっすぐ前を向いた状態で軽く押します。強さは軽く皮膚がへこむぐらいの強さで構いません。こう当てますよね。その場所に当てますよね。そこに当てて軽く皮膚がへこむぐらい。で、これで10秒です。方向は真横です。真横水平にですね。で、10秒いきます。で、10秒経ったらゆっくりと離します。これで右が終わり。次、続いて左側いきますね。同じようにですね、この顎ありますね。顎の角をずーっと上がっていって、この耳の後ろのへこんでるところ、一番このへこんでるところより指1本分ぐらい下のところに指を当てます。親指を当てて、で、真横に押します。押す強さは皮膚が少しへこむぐらい。で、10秒いきますね。はい、いいですよ。ゆっくりと離します。これをですね、右、左、左右1回ずつで、これは左から始めてもらっても右から始めてもらってもどちらからでも構いません。で、片方10秒ずつなります。で、これは立って行ってもらっても座って行ってもらっても、で、こう仰向けに寝て行ってもらっても構いません。ちょっと横で押してみますかね。この顎のラインからずーっと上がっていって、このへこんでるところ、へこんでるところの指1本下。で、ここをちょっと首まっすぐ向いて、で、こういう状態でまっすぐ真横に押して10秒。で、10秒経ったらゆっくりと離します。反対いきますね。この顎の角っこありますね。角っこずーっと上がっていって、一番このへこんでるところから指1本下。そこに親指の指先を当てます。で、首はまっすぐにしていただいて、で、真横に軽く押します。皮膚がへこむぐらいの軽さで押します。で、10秒。はい、10秒経ったらゆっくりと離します。はい、以上になります。片方10秒。10秒の1回。で、1日に3回までにしてください。朝やって、昼やって、夜やる。という感じで構いません。ここでお知らせを挟みますが、その後にさらに効果を上げるコツ、倍増させるコツをお伝えしております。必ず最後までお見逃しのないようにお願いします。
そして私の公式 LINE では今回の動画で紹介したような薬に頼ることなくご自身の治る力、自然治癒力を最大限に発揮して最短で健康を取り戻していただくためのセルフケアの極意をお伝えする無料講座を定期的に開講しています。快適な暮らしを取り戻し、ストレス時代に勝ち抜くための壮健な自律神経を手に入れたい、そのような思いがあなたにあるのなら今のうちに説明欄から私の公式 LINE にぜひ登録しておいてください。さらにもう一つ、公式 LINE を登録していただいたあなたに特別に無料メール相談を受け付けております。こういう症状で悩んでいる、どうしたらいいのかわからないといったことなどお気軽にご相談ください。公式 LINE の登録は動画下の説明欄にリンクを貼っておりますので、そちらから登録をお願いします。そして他にもこのチャンネルでは自律神経の症状でお悩みの方にその改善方法や貴重な情報をできるだけ分かりやすく配信しています。ですからそういった動画も今後も見逃したくないという方はぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣にあるベルマークのクリックを忘れないようにしてください。また高評価もいただけると大変励みになります。はい、それでは効果を上げるコツ、倍増させるコツについてなんですけども、先ほど親指で首の付け根を押すとお伝えしたんですけども、これただ押すだけじゃなくてですね、頸椎の一番を押す、それを押すイメージを持っていただいた方がいいですね。頸椎の一番、もう一度言いますけど、この首ちょっと動かしますけども、この根元、この骨なんですね。その骨だけをちょっとイメージしていただきたいんで、これ骨だけ先ほどの模型なんですけども、この一番上の骨ですね、この首のところに一番上についてるんですけども、この骨をですね、この骨を真横から押すイメージ、こういう感じですね。で、そこに当ててますよというふうにイメージしていただいて、軽く押して10秒で10秒経ったらそーっと離して、で今度反対ですね、反対もこの骨に指を当ててるんだなっていう風にイメージしていただいて、そして軽く押して10秒です。これをしていただくことで3倍ぐらい効果が変わってくると思いますので、ぜひイメージしながら行っていただければいいと思います。はい、いかがだったでしょうか。いつもご覧いただきありがとうございます。本日は押すだけ10秒乱れた自律神経を整えるプロ技のセルフケアというテーマでお届けしました。それでは次回の動画でお会いしましょう。